ここはノコで切った面でちょっと荒れてます。それと、横のラインより少しこう広めに控えて切ってますんで、この最初に毛がいた線までカンナでここの面を削っていきます。ワークベンチの上にこの留め台置きまして、前後にはこれ動かないようになってます。削る材料をここに置いて、クランプでもう固定してしまいます。これがキワガンナです。キワガンナ。先日中古品で買ったものを、全部修理して調整しました。こういう毛引を保存用の毛引を作りました。もう簡単な構造で、ここにサラボルトで、ここ下面を研いでここを鋭利にしてます。でこれでですね、ここに最初に引いたこの毛がいた線にこの刃を合わせて、ここを合わせるんですね、ぴったり。でここ超ナットで固定して、でそうするとこれでもうぴったりここに線と同じ位置になります。こう削っていくうちにここの線がね分かりづらくなってしまうので、これで一回確認してます。これで引っかかるようだったらまだ削れてないっていうことで、こう上に乗せた時にここに隙間ができるようならまだもうちょっと削らなきゃいけないってことですね。このカンナでですね、こういうところを削るときに一つ気をつけたいのが、こっちの方向からこう削っていくときはここが綺麗に角が立つんですが、この切り終わりの方はですね、こうささくれて割れたりします。キワガンナは刃が斜めになっているので、切り終わりのところがこう斜めに切れていくんですね。で比較的ここのささくれが出にくくはなってるんですが、どうしてもこの一番ここの角ですね、ここが割れたりします。このキワガンナは右勝手といって、右手で持ってこう左の面に当ててこう削るタイプなんですが、これ左勝手というこの斜めの向きが逆のやつがあるんですね。その場合はこちら側からこう削ることができるので、通常こういうのはね、両方側からこちら側から半分ちょっとぐらいでひっくり返して、こちら側からも半分をちょっと超えるぐらいっていう風にやっていった方がここの角がきれいになります。で今回ですね、ここに毛引きのラインが入っているので、比較的ここ割れにくいんですね。それとこれ後でここ少し切り落とします。ですからここが割れてもそんなに問題がないので、これで全部削ってしまいます。はい、削り終わりました。削った分のこの深さですね、ここが右左、前後で高さがきっちり合っていないと、あとはめ込んだ時にこれを曲がってしまいますんで、ここは高さはきっちり揃えておく必要があります。この器具を使った状態では高さは合ってるんですね。ですけど一応私は確認のためにこのノギスで測ってます。で合ってますね。これほんのちょっとの歪みで、窓枠がこう歪んでしまうので、ここはかなり慎重に揃えた方がいいと思います。ちょっと話が前後してしまったんですけれども、ここ削る前にまずここの角をきれいにのみで
出っ張った部分を削り落とした方がいいですね。ノコバが届かなかった部分が少し残っているので、こいつは先に取っといた方が。あとですね、この面ですね、この切った面が少しこう外側へ斜めに入っているので、こうね、でこれをのみでまっすぐ直角に削り落とします。で最初に横に垂直の線を引っ張ってありますんで、そこからはみ出さないようにのみで薄くですね、ここはきっちり直角にしておかないと、あと外から組み上げた時に外から見える部分ですので、斜めだとちょっとかっこ悪いですよね。日本ではここの部分を胴付きと言います。でここを切るノコギリを胴付きノコっていうふうに言います。胴付きが悪いとちょっと見栄えが悪くなるんですね。はい、削れました。でこれを先にやってからここをカンナで削るという順番ですね。ちょっとしたことなんですけど、この横の木目が、この木目こういう向きなんですね。こういう向きに木目が入ってます。こういう向きに削ると逆目になって刃が食い込んでいく方です。で外の方へ向けて削るとこれが習い目になって削りやすい方向です。でこの時ですね、キワガンナの刃が斜めなので、こういう斜めで、これは外へこう逃げていく方の削りくずが外へ逃げていく方の刃の向きなので、この場合はですね、習い目で削れていくので削りやすいんですね。非常にきれいに削れていきます。ですけれども、さっき最初に削ったこちらの方ですね、こちらの方は木目がこっちに向いているので、キワガンナの刃がこう逆目の方に向かっていってしまうので、これ非常にちょっと削りにくいんですね。慎重にやればある程度こう綺麗にはなるので、別にこの右勝手のキワガンナでも別に使えないことはないので、私はちょっとこれしか持ってないのでこれで全部やります。このキワガンナを使ってここを削ったんですが、こういう特殊なカンナを誰も、皆さんがお持ちでないと思うんですね。ひらがんな、普通のカンナですね。でこれを使ってこれを削っていきたいと思います。で、ひらがんなの場合はですね、この両端の部分ですね、ここまで刃が端まで届いていないので、この部分が削れません。ここにこう横にしっかり当てて削っていくと、ここだけの角の方だけ残ってしまいます。で残るとですね、ここに残った段差ができて、ここに乗ってしまうんですよね。でだんだんこう斜めに削れていってしまうので、外へでここを先に取っておく必要があります。だいたいここを測ると9ミリぐらいですね。9ミリぐらいの幅でこの飯墨の角を先に取ります。ここ段差になって、この9ミリ分ぐらいですね、先に溝を掘りました。で次にこの普通のひらがなであとこの残った部分ですね、ここを削っていきます。はい、これでひらがなを使ってここの面をきれいにすることができました。
次はですね、この保存の長さを少し短くします。最初に使ったこの毛引きで、これ動かしてないのでこのまま使えます。でこのまま切断する部分に線を引いてですね、こことここには線は残ってますんで、この2面線引くだけです。で次にですね、保存の幅を少し狭くしますんで、これも毛引きで線を引くんですが、これも最初に使ったこれで、これ40ミリで留めてあるんで、このまま動かしてないです。でこれをそのまま使います。これ反対からやるとね、反対からやる間違えないように、こっちが内側なので、こういう向きで、はい。で線が少し届かないんですが、このままやってもそんなに問題ないんですけど、一応この入り墨の角まで届いてない部分はカッターナイフでこの線を延長しときますね、一応ね。そんなに、はい、それではこのラインですね、この保存の長さを墨出したこのラインで切っていきますが、これはですね、そんなに精密に切る必要がありませんので、そのまま切っていきます。横引きの目の方から使って傷を、で最初の切り出しだけ横引き使って、あとはこの縦引きの方に変えて切っていきます。これもそんなに精密に切らなければいけないものではないので、線からそうだな 0.5 ミリぐらい残して切り落とすぐらいでで、後でこれはのみで削って調整すればいいと思います。それでこの最後ですね、切り終わりでどうしてもこっち側を傷つけることがあるんですね。これどうしてもね当たっちゃうんで、だからもう最後まで刃を奥までつけないで、その手前でもう折って取ってしまった方が安全ですね、ここが。